はい、皆さんこんにちは。AI VTuber にゃんたです。本日はチャット GPT の API の概要と使い方について解説していきたいと思います。チャット GPT はすでにご存知の方も多いと思いますが、OpenAI という会社が開発した質問に対して自然な言葉で返答してくれる対話型 AI になっています。この AI を使うことで、例えば小説とかプログラミングコードとか歌詞とかもですね、作ることができます。先日 OpenAI からそのチャット GPT の API が公開されました。 API というのは簡単に言うと、あるソフトウェアが別のプログラム上でも実行できるようになった仕組みのことを指しています。例えば今までだと Web ブラウザからしかチャット GPT を使ってないという人が多かったと思うんですけども、今回 API が公開されたことで Python のコードを実行することでチャット GPT を使用することができます。なので Python で何かのサービスを作りたいなというふうに思った時に、この API を使うことで簡単にチャット GPT を組み込むことができるようになったということになります。で、この動画ではチャット GPT の API の概要や使い方について解説していきたいと思います。登録方法については以前の動画を見てもらえればと思います。それでは早速やっていきましょう。最初にまずチャット GPT の API の概要について説明していくんですけれども、紹介する内容は2023年の3月初旬時点の、内容になってますので、見ている時期によっては変更が入っているかもしれないので、必要に応じて、公式ページの方を参照してもらえればと思います。はい、最初にまず料金なんですけども、重量課金制という風になっていまして、使った分だけお金がかかるという形式になっています。で、入力したトークンとチャット GPT から返ってきたトークンの合計値に対して課金がされます。で、1000トークンあたり約 0.002 ドルということで、日本円で約 0.27 円になります。で、トークンって何だろうっていうふうに思う人もいると思うんですけども、例えばですね、英語で、チャット GPT is great と、いった文章をチャット GPT に入力する場合ですね、トークンとしては、このチャットと G と、PT is great、びっくりマークというふうになって、6個の、トークンがカウントされます。で、AI のモデルでは、このような文章を入力したとしても、そのまま扱うことができないので、単語であったりとか、この文字単位に分割して、入力がされます。で、その時のこの分割された、単位が、トークンというものになっています。で、そのトークンに応じて、お金がかかってくるという仕組みになっています。で、また、日本語の場合は、英語よりもトークンが多くなりやすいというふうに言われています。例えば、この文章は100文字あるんですけれども、この文章をチャット GPT に入力してみたら、トークン数は130になりました。で、この他に最初に言ったようにチャット GPT の返答にも、お金がかかるという点には、注意が必要になります。ただ、1000トークンで 0.002 ドルなので、例えばこういった文章を10回打ったとしても 0.35 円しかかからないと。これは現在公開されている GPT-3.5 のモデルよりも10倍安い価格となっています。で、安いと言ってもですね、お金かかるのかというふうに思った人もいるかもしれませんが、2023年現在時点では、OpenAI でですね、アカウントを作成すれば、18ドルの、無料枠が付与されます。で、この無料枠は使用期限が3ヶ月なので、少しの期間しか使えないんですけども、個人利用する場合は、18ドルもあれば、十分ですね、使えるかなというふうに思うので、興味がある人はぜひ使ってみてもらえればと思います。また、今回公開された API で使用できるものは、この GPT-3.5 ターボというものになっています。で、この後実演するんですけども、これまでの Web ブラウザ経由での回答速度よりも圧倒的に速くて、で、回答の質としても、そこまで差がないように、個人的には思います。ただし、入力トークンは4096までというふうになっていまして、これ以上のトークンは入力することができないので、注意が必要になります。また、OpenAI から API 経由で送信されたデータに関しては、30日間保管された後、削除されるという規約が発表されました。さらに API 経由で送信されたデータに関しては、学習データとしては使わないというふうに明言しています。つまり API で入力した文章に関しては、モデルの更新に使われないということで、これまでプライバシーや機密情報の観点で入力できなかったデータに関しても、チャット GPT を使うリスクが減少しているのかなと思います。ただ将来的にこの方針は変更されるかもしれないので、大事な情報を扱う場合は最新の情報をチェックするのが良いかと思います。それでは続いて実際の使い方を解説していきたいと思います。はい、それでは早速 API キーの取得方法について解説していきたいと思います。こちらは OpenAI のオーバービューのページになっています。で、こちらは概要欄の方にリンクを貼っておきたいと思います。で、この右上のアップグレードというところをクリックしてもらいます。
で、そうすると、このようなビリングオーバービューというところが出てくるかなというふうに思いますので、現在ですね、フリートライアルというふうになっています。で、API はこの API キーズというところで、発行できるんですけども、現在はこのフリートライアルというところで、この支払い情報を登録まだしてないので、こういった形になってるんですけども、その場合、先ほども説明したように$18無料枠で、使えます。ただ、支払い情報を登録してしまうと、その$18が使えなくなってしまうという話もあるので、登録する際は注意してもらえればと思います。それでこの API キーのところを、押してもらえればと思います。で、そうすると、現在1個 API が登録されてるんですけども、Create New Secret Key というものを、押してもらえればと思います。で、そうすると、この API のキーが、発行されます。で、これをコピーして、Python のプログラムコードを書くときに、貼り付ける必要があります。で、注意事項として、この API キーは、もう二度と見れませんよというふうに書いてます。で、もしこのシークレットキーなくしてしまったら、もう一回、発行してあげて、古い方は破棄するというふうにしてもらえればと思います。で、この API キーが他の人にバレてしまうと、このキーを使ってですね、他の人が悪用すれば、請求が発行した人に、言ってしまうので、絶対にこの API キーは、外部に公開しないようにしてください。はい、最初にまず API の簡単な使い方ということで、こちらはですね、OpenAI の公式ページになっています。で、こちらの方のイントロダクションのところに、使い方が書いてあるんですけども、非常に簡単に、使えます。最初にまず、この OpenAI というライブラリーを、インポート、してもらって、で、この OpenAI のチャットコンプリション、クリエイトというところの引数に、モデルとこのメッセージというものを、入力してあげます。で、この GPT-3.5 ターボというのが、現在の、最新版になっています。で、このメッセージのところが、少し、理解が必要なんですけども、このロールと、システムと、いうものと、ロールとユーザー、ロールとアシスタントと、あとはコンテントというものがあります。で、これは必ず入力しなきゃいけないもので、ロールとしては、このシステムとユーザーとアシスタントというものがあります。で、このシステムっていうのは、このアシスタントの振る舞い方を決める、メッセージになっています。なので今は、You are helpful assistant というふうになっているので、チャット GPT は今何か助けてくれるアシスタントですよっていうことを設定しているということになります。で、ここに何かこのチャット GPT に対してこう振る舞ってほしいとか、そういった情報を入力すると、返答としても、そのような、感じで返してくれるかなと思います。例えば語尾に、にゃーをつけて返答してくださいというふうに言うとですね、チャット GPT としてそのにゃーをつけるような、返答をしてくれるということになります。で、よく Bing チャットとかでも、最初にまずですね、私は Bing チャットです。何か助けましょうかというふうな形でですね、最初返してくれると思うんですけども、それはおそらく、この、システムのところのコンテントですね、の入力文が、出力されているのかなというふうに、思います。で、その後ユーザーということで、こちらは私たちが、入力する、文章になっています。で、その後にアシスタントということで、チャット GPT からの返答が入ってきます。で、こうすることによって、前の文章を使った、返答がですね、その後できてくるということになります。で、その後ですね、また、私たちから、Where was it played ということでですね、また入力をしていくという形で、このリストの中に、この辞書型をどんどん追加していくという形になっています。こちらはコードの方で、簡単に、書けるように、しましたので、ぜひですね、使ってみてもらえればと思います。はい、続いてコードの紹介になります。で、こちらのコードに関しては Google コラボのリンクを概要欄に貼っていますので、興味がある人はそちらを見ていただければと思います。最初にまず、OpenAI のライブラリーを、インストールしています。その後にこのチャット GPT の API というクラスを書いてみたんですけれども、先ほどあったように、このライブラリ使うには、引数として、このロールの情報だったりとか、入力文だったり、チャット GPT からの返答っていうのを格納する必要があるんですけども、ちょっとめんどくさいかなというふうに思ったので、このインプットを与えると、そこから入力してくれると。で、その返答も、その辞書に追加してくれるという、クラスを書いてみました。で、使い方としては、まずこの OpenAI のライブラリをインポートしてあげて、この OpenAI.API キーというところに、先ほど取得した、API キーを、入力してもらえればと思います。で、その後、このクラスを実行していくというところで、最初にまずシステムセッティングというところで、先ほどもあったように、どのような振る舞いをそのチャット GPT にしてほしいかというところを指示することができます。例えばですね、あなたは短い文章で、必ず語尾ににゃーをつける、アシスタントです。では、会話を開始しますという風な振る舞いをですね、設定してあげます。で、これで実行してあげて、今ですね、この API というクラスの、オブジェクトが作られたので、こちらのインプットメッセージに、何か会話文を入れてみます。はい、そうすると、こんにちはにゃーということで、にゃーをつけてですね、返してくれています。
で、今分かったように、返答のスピードがですね、めちゃくちゃ、速いです。もう少し何か打ってみたいと思います。その場合は、これコピーしてもらって、もう一回貼り付けて、例えば、で、今日はいい天気ですねという風に打ってみます。そうすると、そうにゃーと、今日はとっても良いお天気にゃーという風に返してくれました。で、もう少し聞いてみたいと思います。あなたはチャット GPT ですかという風に聞いてみます。そうすると私はチャット GPT なのにゃーと。で、続いてプログラミングが上手くなるにはどうすればよいですかということを聞いてみたいと思います。そうすると短い文章じゃないんですけども、プログラミングが上達するには、まずは基礎から学ぶことが大切にあと、基礎をしっかり理解し、実際にコードを書いて自分で動かしてみることで、理解を深めることができますにゃと。で、また他人のコードを読んだり、コードを改良することで、学ぶことができますにゃと。なるほどという感じです。で、こちら今、にゃーっとつけてという風に指示したんですけども、いろんな、使い方が、できるかなというところで、好きなアニメのキャラのセリフとかを入れてですね、これになりきって、返答してくださいという風にすると、本当にそのようにですね、返答してくれるということで、使い方としてはですね、かなり、幅が広がってるなという風に、思います。はい、続いて、この AI 同士で、会話させてみても面白いんじゃないかなということで、やってみたいと思います。最初にまず、この API の1というところに、先ほどあった、語尾ににゃーをつける、アシスタントを、設定します。で、API2 に、語尾に、1をつけるアシスタントを、定義してあげます。で、最初の文章はこちらで打ってあげて、この猫の方にですね、こんにちは1という風に打ってみます。そうすると、猫からですね、こんにちはにゃーと、何かお困りごとはありますかにゃーという風に返ってきました。で、この文章を次は犬の方にですね、入力してみたいと思います。はい、そうすると、その犬の方はですね、こんにちはワン、現在は私には、特にお困りごとはありませんワンと、ありがとうございますワンという風に、返ってきました。で、これを次猫の方に、打ってみたいと思います。何かあったらいつでもお気軽にお話になってくださいにゃーということですね。もう一回打ってみます。そうするとこの犬の方もですね、何かあったらぜひとも声がけくださいワンということで、2つともこのアシスタントなので、なんかあまり問題を提起しないというところが、ちょっと面白いですね。もうちょっとやってみましょう。なんか力になりたいですと。はい。で、いろいろやってみたんですけども、あまり会話としてはですね、進まない感じで、2人ともアシスタントだったので、しょうがないんですけども、こんな感じで、会話が進んでました。で、他にもですね、いろんな設定で A さんと B さんという風に決めてあげて、会話させてあげるとか、そういった使い方もできるかなという風に思います。先ほども言ったように、コードの方は、Google コラボのリンクを貼ってますので、興味がある人は使ってみてもらえればと思うんですけども、一回一回に、一応課金されてるなというところはですね、無料枠があるといえども、気をつけてもらえればなという風に思います。例えば、フォー文とかで、無限ループを書いてしまうと、ずっと永続的にですね、課金されてしまうので、そんなことはあまりないと思うんですけども、自分でコードを書く際はですね、ぜひ注意してもらえればと思います。はい、以上でチャット GPT の、API の概要と、使い方についての解説を終わりたいと思います。この動画が良かったなというふうに思う人は、高評価とコメント、チャンネル登録の方をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。